稲坂の村を歩く。今回は大分県豊後水道に浮かぶ保戸島にまたやってきました。鉄筋コンクリート像3階建て4階建てが立ち並ぶ日本一の密度を誇る漁村集落をノーカットで歩きます。今日はですね、大分県は津久見市にあります保戸島にやってきました。数々のね、日本全国の島を歩いておりますけれども、その中でトップ3に入るかな。それぐらい大好きです。ご覧ください。ちょっと普通の漁村集落じゃないでしょう。鉄筋コンクリート像の3階建て4階建ての建物が密集している。珍しいです。明治の中期頃から始まった遠洋マグロ漁業でめっちゃ栄えた集落。この集落3度目になりますけれども、今回はじっくり歩いていきたいと思います。船が出ると港は静かになります。一斉に人や車がいなくなりますね。島がこういう感じになってて、こっちが南で左が北で、ほとんど山で、メインの集落はここで、島の南側にももう一つ集落塊があります。でその間に海岸線沿いにですね、平地のところに町がつながっているという形になってます。ここはね、埋め立て地なんでしょうね。埋め立て地にずっと家が建ってますけども、見てください。鉄筋コンクリート像の3階建て4階建て、これがね立ち並んでおります。こんなとこないですよね、なかなかね。でこれ今中の道、メインストリート歩いた方がいいかな。ここがメインストリート。細いでしょう。こんなとこばっかりですけどね。海岸線出ました。なるほどね。こうやってハングしてますよね、上がね。2階3階部分がハングしてます。出っ張ってます。もちろん土地がね少ないので、1階の部分を広く取って、道を広く取ってですね、建物をなるべく床を大きく取ろうということで、2階3階が飛び出しているということでしょうね。そして背後はこのようなのり面。ずーっとパンしていきますと、船着き場のところ、先ほど高速艇がついたところですね。でメインの集落、この集落の右のところにですね、お寺がありますよ、2軒。この辺りが一番深いんじゃないかな、奥行きが。でそこから南に向かって平地にですね、集落がずっと長く続いていまして、南の端にちょっと見え隠れしてますけれども、向こう側に、尾根の向こう側にまた集落があります。鉄筋コンクリート像4階建て、あちらにもありますね。
同じようなデザインの形をしてますからね。結構設計者施工者が同じところが多いんじゃないかな。これらの鉄筋コンクリート像がいつ建てられたかわかんないんですが、このね形からすると昭和戦後の高度経済成長期あたりじゃないですかね。同じようなデザインが目立ちます。まだ続いてましたね、こちらもね。ここ初めて来ます、ここは。すげえ。これは島と思えないな。面白いことにね、この1階部分タイルがみんなこの釉薬タイルなんですよね。釉薬タイルってこういうね、ツルツルした表面のやつ、全部タイル貼られてる。やはりね、潮風を受けるからコンクリートが傷まないようにタイルを貼ってるんだと思うんですけどね。共通してます。ということで、ここが一番端だ。ここは間違いなく一番端。後ろののり面はコンクリートで固められていますけれども、削ったのかな。でも自然の岩場でしょうね。削るほどものでもいろんなタイル使ってるね。こういうのもあります。色が変わった。いやー、タイルのオンパレードだなこれ。いろんなタイルの見本市、そう言ってもいいんじゃないですかね。ほんといろんなのがあるね。全部違うよこれ、やっぱり。これも違う。隣と違うものを貼るんですね。ではここから登っていきましょう。鴨神社の方へ行く道。穴がある。ここにね、井戸があって穴がある。これはあれじゃない、水場じゃないのかな。これ崖の下なんですよ。わあ、洞窟になってんのこれ。へえ、水場ですかね。ちょっと水道マニア的には入ってきたくなりますがこれは水深いでしょうね。水神様も祀られてますよ。北西の方向に向島が見える。向島。風が強い。登ってきた。いいね。この眺めは初めてや。どうですかね。鉄筋コンクリート像が8割9割っていうところかな。そうだ、8割ぐらいかな。木造もよくありますね。木造も見ていくとありますけどね。高い建物が鉄筋コンクリート像だから、その影に隠れて見えないんでしょうね。これが南の方に伸びている部分で、あっちが島の最南端。見えるかな、海峡が。ここ分かりますね、これでね、海峡の感じね。でもって鴨神社。
はい。よし、登りましょう。ここから。これ港から登ってくる石段。ここでこれが鴨神社への参道ですね。表参道。黄色い道。お、これ行けんのかな。まずこっち行こうか。あ、井戸がある。井戸があります。よいしょ。きつい。よいしょ。あ、ダメだ。これはいけるかな。いけるな。こういうのはね、人ん家なのかもしれないけど入ります。こう通んなきゃいけないんだから向こうに。ああ、ここで終わりか。黙ってんの。よいしょ。いけるいける。完全にもう裏から攻めてますね。ごめんなさいね。メインから攻めろといつも提唱している私ですが、どうしても裏から攻めてしまいます。よっこいしょ。あ、こうか。はい。この道ね。多分行っていいんです、これ。これ通んなきゃいけないもん、向こうにね。緑のタイル。あ、いけなかった。これで終わりか。これが行き止まり。ダメだ。ダメでした。ということで、ここ降りるんだな。あ、これ黄色い道だから大丈夫ですね、これは。よいしょ。あ、こっちは無理か。これは無理ですね。ということは、この黄色い道、あ、降りちゃうね、これどんどん。全く裏から攻めてます。よいしょ。はい。さて、横道に出ました。はい。こっちから来る横道。これはね、行けると思うんだよな。ここもね、人んちの庭先みたいな感じですけどね。行きます。抜けました。よいしょ。はい。どうしようかな。一回ちょっとこっち行こうか。どんどん行けるんだね。
うん。どうすっかな。まあいいや、まずね、なりふり構わずですね、下に降りないで、一番高いところで行きましょう。あれ、なんであのとこに R シーズンの建物建ってんの？よいしょ。ほら、あれ、こっち行けんのかな。行けるじゃないか。さっき行けなかったじゃん。あれ、行けなかったとか。まだ上があるよ。どうなっとんやこれ。あれだな。あそこ廃屋。いや、こんなとこ登ってきてもね、換気扇が回ってますからね。住んでる方いらっしゃいます。これは人ん家かな。行けそうですって。どれが人ん家なのか共用通路なのか分かりません。うん。まあこれ一番高いところの道ですね。はい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 。そうですそうです。抜けれます。抜けた。うん。降りていく道はありますが行きません。とにかく高いところずっと行っています。しかしタイルが多いですね。全部釉薬タイル。潮風に強い釉薬タイル。黄色い段花。これは共用の通路だ。はい。これね、風上側を山にしてるから、山を背にしてるから風がない。集落内は。これはまた素晴らしいお風呂ですか、これは。お風呂だね。展望風呂ですよ、あそこ入ったら今。かっこいいな、あそこ露天風呂。おいおい、露天風呂どうやって入るのあれ。はあ、すげえ。もう一番高いところの家だ。これ下が露天風呂で、露天風呂の前に家があって、それがなくなっただけですよね。入れません、あそこの中には。入りたくても。
降りてっちゃうぞ。ああ、この家も見て、こっから登っていくとこの家と、3階建て。はい、おお、メインの縦道に出ました。メインの縦道の錦野通り。じゃあ、まあ、登っていくか。やっぱ一番上をずっと行けますね。ほらほら、見てください。バルコニー状になってて角があるでしょ。これですよ。モダニズムの影響を受けております。はい。ね、こっちにも伸びていますが、こっち行きましょう。手すりも角ワールの開口だし、手すりもね、角ワール、ほら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 、モダニズムですよ。この辺りは木造の建物。よいしょ。うい、勘弁してくれ。最後まで持つかなこれ。うわ、うい、ああ、もう先が行きたくない。ここから枝道が分かれてると。テレビの音が聞こえるから住んでますね。いやー、空き家率がね少ない。これは五右衛門風呂ですね。完全な展望風呂。うん、はいはい、お寺の裏に出ましたかな。あ、これもねメインの縦道。これもメインの縦道、ずっとこっちにねつながってます。もうね上で結んでほしいよな。うわ、木造、これも RC 像、もう3階建て。見てください、この手すり。よいしょ。
ちか。ういもうダメだ。はいどう。家は建ってる。うわ、ずいぶんこっち回り込んできたね。でね、これ川です。ここ川。これがね川です。川ですって言ってもねなんか面白い。ほら見て、ほら川の上に家が建ってる。川なんですよね。でもね、家が建ってるからわからない、どこに川が流れていくか。その隙間でしょうね。うわ、いい景色ね。あの端に鴨神社の鳥居が見えるでしょう。あそこからずっとこの斜面上の集落をできるだけ高いところを伝いながら歩いてきましたよ。はい、墓地に来ました。ですからお寺、海から見えたお寺の裏山ですね。裏側。墓地にもタイルが使われています。この墓地の間の縦道がですね、集落の背後の道路に接続しているようなんですよ。うわ、すげえ。よく建てたね、ここに。鉄筋コンクリート像ですよ。これ木造かな。あれは木造だね。タイルですけどね。きついぜこれは。ひたすらタイル。よいしょ。この道、車道じゃねえじゃねえかこれ。山道じゃん普通の。はい、一番上まで来ました。まあ車道といえば車道だな。車が入れるぞ。でね、ここから遠見山に登れるんです。山頂まで450メートル。いやー、行かないよもう勘弁してあげましょう。もういやー、全部の道を歩こうなんて思ったけど無理ですね。無理。よし、この縦道降りてこう。飯食いましょう。飯を、昼飯。
いいでしょ。見てみてね。これはメインと縦道ですよ。ヒューッと降りてきます。錦の通りかな。よいしょ。川に沿ってますね。あっという間に降りちゃうね。まだか。これがメインの縦道と思えないでしょう。で、この突き当たりがね、メインの横道なんです。ほら。これが横道に思えないでしょ。飯飯。足ガタガタだわ。足ガタガタ。足ガタガタだよ。港の食堂で腹ごしらえをしましたので、さあ後半戦いきます。ではですね、まず北側の集落、一番高いところまで行きましたんでね、一旦ですね、中腹あたりを練り歩いてみましょうか。まずこれが一番北側の道ですかね。縦道。船の時間まであと1時間20分ですから、ちょっと急がなきゃね。はい、現れました。これは鉄筋コンクリート像の1、2、3、4、5階建て。うわー、すげえな。空き地になってるのよく見えますね。見上げる感じ。また立派なタイルが使われてます。ほんとね、同じタイル使わないんだよな。向かいの家ね、このタイルかと思えばこのタイル。はい、お、これは鴨神社の参道でしたね。さっきその上まで来ました。同じ道かなこれ。よいしょ。さっきこれ上行きましたんで、多分こっち行けると思うんだよな。ほんとね、人んちの前みたいなとこ歩いていくんですが、大丈夫でしょうきっと。
れなんで下がっちゃうかな。あ、ダメか。おかしいな。よいしょ。これかな。迷路です。もう縦道に来た。これ今下からの黄色い縦道で、これを登っていくとどんどん上に行けます。すごいですね、この立て方。どうですかあれ。下から数えると1層2層、ここで3層だね。4層、4並手。下行こう。ここ玄関かな。おお、びっくりした。12時。